ご視聴ありがとうございます。ゆうたびです。今回は川崎駅からのスタートです。このチャンネルはコスパのいいホテルやちょっと贅沢なホテルなどを紹介していきます。国内旅行やホテルステイが好きな方はチャンネル登録してくださいませ。今回お邪魔させていただくのは人気のホテルチェーン。以前より気になっていましたが、ついに初訪問です。川崎駅からホテルまでは徒歩約7分の同程となります。駅からほぼ直進なので迷うことも少ないかなと。天然温泉扇浜の湯ドーミーイン川崎、こちらにお邪魔したいと思います。ドーミーインブランドとしては川崎が神奈川県内唯一のホテルです。ホテルのエントランスに到着しました。なおドーミーイン川崎は駐車場も完備なので車でも困らないですね。早速ホテルの中へ入りましょう。スタッフの方にとても丁寧に案内していただきました。チェックイン手続きも終え、早速お部屋へ向かいます。お部屋にアメニティがないので必要なものを持って行ってくださいとのこと。こちらがアメニティコーナー。ヘアブラシ、T 字カミソリ、歯ブラシ、綿棒が置いてありました。エレベーターは4基あるので待ち時間が少ないのもありがたいです。5階に到着しました。こちらがエレベーターホール。清潔感のある素敵な空間です。今日のお部屋はどこかな？ 514 号室。こちらが今回アサインいただいたお部屋です。カードキーをかざしていざ入室です。初ドーミーイン、期待で胸が高まります。カードキーを差し込んでルームツアースタートです。お部屋に入りました。ベッドルームはドアで仕切られていますね。今回のお部屋の位置と非常出口の案内、ちゃんとチェックしておきましょう。お部屋入って左手にカードキーを差し込むポケット。その向かいにはシューホーンと館内用スリッパ。このスリッパで大浴場やレストランへ移動 OK となっています。カードキーのポケットの隣に全身鏡。出発前に身だしなみを整えるのに最適の場所ですね。水回りは後で紹介しますね。まずはベッドルームへ行ってみましょう。こちらがベッドルームとなります。禁煙ダブルルーム 15.9 平方メートルのお部屋です。お部屋に明るさも取り入れたいのでまずは眺望チェック。ドレープカーテンとシアーカーテンを開けて、お部屋からの眺望はこんな感じ。一応南側となりますが低層なのでお隣の建物ビューですね。シアーカーテンだけにするとこんな感じ。十分明かりが取り込めますね。ベッドルームの奥から見渡してみました。シンプルな空間好きですね。ダブルルームのベッドサイズは幅140センチ、長さ195センチ。枕は同じ種類のものが2つ用意されています。せっかくなので確認してみました。ドーミーインオリジナルの枕で結構人気なようでオンラインで販売していました。ベッドはシーツの下には敷きパッド、そしてマットレスはシモンズです。シモンズのビューティーレストシリーズを採用しています。とても寝心地が良く途中覚醒もなくぐっすり寝れました。ベッドルーム入ってすぐ右手にオープンクローゼット。
こちらが館内着。ポケットにはドーミーインのロゴの刺繍が入っています。締め付けも強くなく、とても着心地が良かったです。クローゼットの足元にはキャリーケースが1つ置けそうな十分なスペース。ダイキンのエアコン。集中管理空調じゃないの、ありがたいですよね。ベッド近くには背もたれ付きの椅子がありました。ベッドサイドにあるこちらの棚周りを見ていきましょう。各種照明のスイッチ、電源コンセントが一口、充電用 USB ポート。ヘッドボードの照明は調光が可能となっています。アラーム付き置き時計。棚にはティッシュボックスと常備灯が置かれていました。お部屋のデスク周りを見ていきましょう。横に長いタイプです。向かって右手からチェックします。デスクの椅子はスツールタイプ。先ほどの椅子と組み合わせてオットマンにするのも良さそう。客室内電話機や筆記用具などが置かれていますね。デスク用の照明スイッチと電源コンセントが3口と多め。ありがたいです。筆記用具。メモ用紙はドーミーインのロゴ入り。客室内電話機の背面にLANポートも用意されていました。チェックイン時にいただいたこちらのリーフレット。お部屋や Wi-Fi、レストランや周辺の案内がまとまっています。Wi-Fi の速度はダウンロード 78Mbps、アップロード 92Mbps とまずまずの速度。朝食と夜泣きそばの案内。こちらは後ほどじっくり紹介いたします。近隣の提携飲食店の案内とお得なクーポン。1店目はホテルから徒歩約3分にある山芋の多い料理店。2店目はホテルすぐそばの炭火串焼き、まかない料理、おじゃれ屋。3店目はホテル正面の日本酒、和食、なごみ酒房兼冷蔵庫にウェルカムサービスがありますよの案内。後でチェックですね。連泊時のリネン交換のオーダーカード。こちらはエコ活動に関する案内。ドーミーインコのマスクケース、ちょっと欲しい。テレビとエアコンのリモコン。テレビの外部入力切り替えは AUX のボタンでできますよ。早速テレビをつけてみるとホテルメニューが表示されました。スマートテレビ対応ではありませんのでご注意を。テレビで見れる VOD 視聴に関する案内もホテルメニューから見れます。大浴場の混雑状況も確認することができます。ホテル2階にあるレストランはたごの混雑状況も確認可能です。ホテル15階にあるランドリーの使用状況も確認可能です。テレビの下にはセーフティボックスが設置されています。さらにその下にはカゴに入ったバスタオルとボディタオル、そしてランドリーバッグでした。さて、ルームツアー最後は後回しとしていた水回りを見ていきましょう。洗面の下には冷蔵庫や戸棚がありそうですね。上から順に見ていきましょう。タオルハンガーにはフェイスタオルがかかっています。タオルにはドーミーインのロゴの刺繍も。そして発見、小さなこだわり。水栓のハンドルにもドーミーインのロゴが。プラスチックのコップが2つ。アメニティは下から持ってきたものです。
ヘアドライヤーはパナソニックのイオニティとなっていました。冷蔵庫を開けてみましょう。中にはお水と何やら入っていますね。道民員に関わるすべての人を表すドミニスタのロゴ入りミネラルウォーター。ドミニスタキッチンラボとオアシスのコラボ企画、旅するスイーツのゼリー。冷蔵庫の隣の戸棚にはカップや電気ケトルが入っていました。道民院のオリジナルの緑茶。ドリテックの電気ケトル。1リットル対応なので一気にたくさん沸かすことができますね。洗面の前にあるこちらの扉の中も見ていきましょう。お手洗いやシャワーブースがある空間となっていました。奥の棚にはトイレットペーパーの予備が1つ。足元には非常用の水。備えあれば憂いなしです。サニタリーバッグ。黒というのが特に嬉しいですよね。TOTOのウォシュレット。ウォシュレットのリモコン。リモコンで流せるの地味にありがたいですよね。ペーパーホルダーは2つタイプ。まずは少ない方を使い切るようにしましょう。シャワーブースを見ていきましょう。シンプルな空間になっていますね。大浴場があるのでバスタブなくても大丈夫ですね。シャワーブースのドアにロゴ入りのバスマット。バスアメニティはポーラのシャワーブレイクシリーズが置かれていました。ルームツアーは以上です。お部屋を取り終えたので近くにある気になっているラーメン屋へ向かいます。ホテルから徒歩約3分のところにある自家製麺麺屋リハチスさんです。ラーメンとつけ麺のどちらもいただけるようです。どちらにしようか悩ましい。とても人気なので14時でも満席で外で少し待つことに。入店しました。トマトラーメンやタチウオの中華そばとか気になるものもありますね。お水はセルフサービスです。入り口に給水器があります。店主さんがお酒好きなのかたくさんのラベルが貼られています。お酒好きな方は店主さんに話しかけてみると盛り上がるかも。熊本復興プロジェクトのワンピースフィギュアが飾られていました。ラーメンが完成しました。味玉ラーメン1100円です。極太の自家製麺と魚介のスープがよく絡みます。つけ麺も期待できそうです。こちらは豚ご飯350円。ホテルのすぐ近くにこんなに美味しいラーメン屋があるとは。ごちそうさまでした。ホテル内の施設などを紹介していきます。まずは1階から。まずは冒頭でも紹介したアメニティコーナー。ホテル直結でコンビニへ行けます。セキュリティもしっかりしてて安心。高級感も感じられるフロントロビー。こちらがレセプション。カウンターの数も多く自動生産機もたくさん並んでいます。本当ロビーがおしゃれ。受付待ちの場合でもゆったり座って待つことができる十分なスペース。ソファー横には欠かさず電源コンセント。嬉しい心配り。
レセプションカウンターの脇に外貨両替機、ホテル入り口にモバイルバッテリーのレンタルも。新しくできた浅草と別府の御宿のデジタルサイネージ、別府も行ってみたいです。川崎の観光情報などの冊子も置かれていました。出演室もありました。7階、13階にもあるので出演される方も嬉しいですね。出演室の中は結構な広さがあります。人数入っても混雑しなさそう。1階から駐車場ともつながっていました。1泊2000円で利用できるそう。最新の情報は公式サイトでご確認ください。2階へ向かいます。エレベーターの中にもちょっとした心遣いが。2階に到着しました。夜泣きそばや朝食ビュッフェの案内がありますね。15時から21時までこちらでウェルカムドリンクがいただけるそう。レストランはたごの中の様子。こちらが朝食会場になっています。奥の方にドリンクがあるのかな。ドリンクサーバーが置いてありました。嬉しいサービスです。自動販売機コーナーにやってきました。早速中に入ってみましょう。自動販売機だけでなく電子レンジや割り箸などのカトラリーもありました。自動販売機のラインナップ、お値段も良心的です。製氷機もあります。必要な方は紙コップに入れていきましょう。喫煙室も中にありました。15階にやってきました。ここには楽しみにしていたものが。なんと自家源泉の温泉があるのです。まさか川崎に温泉があるとは。扇浜の湯と呼ばれるこちらの温泉は弱アルカリ性、そして内湯と壺湯は特徴ともいえる黒湯となっています。女湯の前にはたくさんの風鈴が飾られています。川崎大師の風鈴祭りにちなんでいそう。全体像が見えていませんが日本列島の形をしているんですよ。こちらは女湯、暗証番号方式なのでセキュリティも安心ですね。廊下挟んでその対面に男湯。早速のれんをくぐってみましょう。男湯はカードキーをかざすことで中に入れます。中の様子は公式サイトから借用した写真でご紹介いたします。こちらが男湯の脱衣所。クレンジングが置いてあると嬉しかったな。こちらが男湯の内湯となります。黒湯で浴槽の中が見えないのが特徴的。男湯の露天風呂、夜に入ると夜景が綺麗でしたよ。手前にあるのが壺湯。こちらも黒湯で自分はほぼこの中でくつろいでました。男湯内にあるドライサウナ、温度はなんと100度と割と高温。中にテレビも設置されているのも嬉しいポイント。サウナの隣に水風呂、水温は12度くらいでした。気持ちよかったです。こちらは女湯の脱衣所。スキンケアが置いてあるの羨ましい。女湯の内風呂、男湯と比べて外から見づらくなっていそうな配慮が感じられます。女湯の露天風呂、公式サイトによると壺湯もあるみたいです。女湯のサウナはミストサウナとなっているようです。こちらもテレビ付きですね。温泉でゆっくり温まったので湯上がりどころにやってきました。こちらが湯上がりどころのようです。いろいろあるのでチェックしていきましょう。湯上がりサービスとしてアイスボックスの中にたくさんのアイスが。
もちろん無料でいただくことができます。ハーシーズのチョコレートアイスバーやチョコモナカ、いろいろな味のアイスバーがたくさん入っていました。こちらは翌朝の湯上がりサービス。乳酸菌飲料のピルクルを1人1本無料でいただくことができます。こちらはライブラリースペース。たくさんの漫画が並んでいました。ランドリーコーナーにやってきました。中に入ってみましょう。入ると正面に女性専用のランドリースペース、奥には男女共用のランドリースペース。洗濯だけであれば無料です。乾燥機も20分100円なので安いですね。男女共用の洗濯機と乾燥機はそれぞれ合計7台ありました。十分ですね。マッサージチェアが3台設置されていました。なんと無料で利用することができます。アンマオなので無重力機能も搭載しています。もちろん利用させてもらいました。湯上がりどころからの眺望です。高い建物が少ないので遠くまで見渡せますね。湯上がりどころ、夜訪れた時はアジア系のインバウンドの方で大変にぎわっていました。自動販売機のコーナー。サウナといったらオロポという感じでしょうか。お酒とソフトドリンクの自動販売機。牛乳系の飲み物だけでなく懐かしのアクアヨーグルまで。湯上がりどころの奥には展望テラスが。早速出てみましょう。こちらが展望テラス。暖かい時期ならここでくつろぐのも良さそうですね。遠くの方にみなとみらいの建物群も見ることができました。湯上がりどころの奥から見渡してみるとこんな感じです。カウンター席に電源コンセント口と充電用 USB ポートまでありました。楽しみに待っていた夜泣きそばの時間になりました。夜のちょうどお腹が空く時間帯に提供される夜泣きそば、なんとおかわりも可能だそうです。2杯食べようと最初から決めてます。タッパーの中にたくさんの麺が。列に並びながら作られる様子を眺めてました。スタッフさんが慌ただしくでもテキパキと夜泣きそばを準備してくださいます。とてもたくさんの量を準備しないとなので本当に感謝しかないです。2杯いただいても OK か伺って OK でしたので予定通り2杯いただきました。胡椒や七味唐辛子なども用意されています。これが噂の夜泣きそばです。早速いただきます。シンプルな醤油ラーメンですがとっても美味しかったです。お部屋に戻ってきて冷蔵庫にあったリンゴゼリーをいただくことにしました。リンゴゼリー好きなので楽しみにしてました。とってもみずみずしくて甘みもちゃんとあって美味しい。これはおかわり欲しくなるレベルですね。
道民員のこだわりを随所に感じた1日目でした。朝食を楽しみにおやすみなさい。おはようございます。朝食会場の旅籠に到着しました。早めに到着しましたが、すでに皆さん並んでいました。受付で部屋番号を伝えて中へ入ります。道民員のこだわりの朝食、早速見ていきましょう。まずはお好み海鮮丼を作っちゃおうのコーナー。マグロ、つぶ貝、銀鮭いくらあえ、ホタテ松前漬け、甘エビ、オクラとろろ。ローストビーフも置いてありました。ソースはグレイビーソースとホースラディッシュソース。海苔とふりかけ。そしてその隣にはご飯のベンディングマシン。白米と酢飯の2種類となっていました。こちらの鍋には中華粥。その隣には蒸し鶏やザーサイ、ネギ、しば漬け、高菜漬けが並んでいます。こちらの鍋はお味噌汁となっていました。絶対おいしいおかずたちのコーナー。フレンチトーストがありますね。他にもエビカツやポテト、唐揚げ、ソーセージ、スクランブルエッグ、ビーフシチューオムレツ、目玉焼きも並んでいました。朝からとっても豪華ですね。ケーキが2種とわらび餅も2種。フルーツのコーナー。リンゴ、パイナップル、オレンジ、フルーツポンチとヨーグルト、各種フルーツソースも並んでいました。奥には牛乳とフルーツグラノーラもありました。リンゴジュース、牛乳、グレープフルーツを使ったビネガードリンク。こちらはパンのコーナーですね。食パンデニッシュ、ミニフランスパン、ワッフル、クロワッサン。コールドミールやサラダなど、ハムの盛り合わせとカプレーゼ、ベーコンのペンネサラダやエビと春雨のサラダなど、サラダも豊富。ツナ&コーン、スナップエンドウ、カリフラワー、オニオンスライス、グリーンサラダ。ドレッシングは4種類ありました。ごまドレッシング、美味しかったです。ひじきに菜の花とさつま揚げのごまあえ。その上には小鉢が並んでいます。ふきとたけのこのきんぴら、里芋とエビの白味噌仕立て。納豆やらお漬物。そしてホタルイカの酢味噌かけ、大根のカニヤンかけ、大根と肉団子の煮物、筑前煮、サバの塩焼きと酒の塩焼き、レンコンのはさみ揚げ、海鮮丼食べようかなということで酢飯をチョイス。マグロをたっぷりのせちゃいましょう。次は何をのせようかな。銀鮭いくらあえをのせることにしました。海鮮丼、めったに食べないのでドキドキ。最後に醤油をかけましょう。こちらが持ってきたお食事たち。焼き魚も美味しかったし、レンコン揚げもとても美味。
個人的には唐揚げがサクサクで特に美味しかったです。お味噌汁は油揚げがたっぷりでした。海鮮丼は酢飯がちょっと多すぎました。でも美味しい。ご飯食べ過ぎてお腹が膨れてしまったのが残念。パイナップルとヨーグルトとフルーツポンチを混ぜたものを最後にいただきました。どれも美味しかったです。ごちそうさまでした。名残惜しいですが、チェックアウトの時間となりました。天然温泉扇浜の湯道民院川崎、いかがでしたか？今回初めての宿泊となりましたが、スタッフさんの対応もとてもよく、またこのホテルも別の道民院も泊まってみたいと思える超おすすめホテルです。なお4月と9月に別ブランドの温宿ののを予約済みです。さて気になる料金の発表です。一休 .com での予約で土曜宿泊1名1泊朝食付きで合計19,170円でした。日によっては2名でも大きく料金が変わらないので、誰かと泊まるのもありですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。少しでもホテル選びの参考になったり、ホテルに行った気持ちになれたら幸いです。また次の動画もよろしくお願いします。ゆう旅でした。おまけ、ホワイトデーということでラゾーナ川崎で買ってきました。ピエール・マルコリーニプレゼントにもおすすめですよ。